はい、こんにちは。タモン丸のカンコレ、タモン丸です。本日は8周年、おめでとうございます。ということで、早いもので、そんなに経ったんだなというのをちょっと感慨深く思っていますが、皆さんはいかがでしょうか。はい。新たなね、任務も追加をされたということもありまして、そちらの方も、自分を追ってやっていこうと思ってはいましたので、今回はね、6-5、空母機動部隊迎撃戦基地航空隊出撃せよという、私独自のね任務をやっていこうと思います。まだ、イベントの内容については多くはね情報がないので、今のところは備蓄をしたりとか、カンムスの連動を上げたりとか、そんな日常を送っているという感じですね。かのやさん、こんにちはです。今日もよろしくお願いいたします。一応今日の流れとしては、6-5ですね。今回サムネイルにもしてますけども、このコロラドを基幹にした編成で、2回攻略をしていこうと、そういう風な流れになっています。さくら、イリスさん、こんにちは。桜イリスさん、こんにちはです。今日もね、来ていただいてありがとうございます。早速、作戦のね、内容の方から、ご説明していこうと思います。きつねぶどうさん、こんにちは。きつねぶどうさん、こんにちはです。今日もよろしくお願いします。今日は日中がね、だいぶ暖かくなってきましたので、皆さんはね、水分補給をして、体調の方はに気をつけていただければなと思います。よいしょ。そうですね。あとは、アップデートの内容に関しては、もう皆さんもね、知っている通りなんですけど、この劉邦が改装するということになってきました。この子もね。鮭さん、こんにちはです。鮭さん、こんにちはです。今日は鮭さんでいらっしゃったんですね。私の記憶違いでなければ、綺麗さんと同じだったかなというふうに思ってたんですけど、間違ってなかったですかね。なかなかね、この劉邦って子も、強運のカンムスっていうこともあったので、軽空母の中では比較的、燃費の方もね、良かったりもして、たまに使ってたんですけど、ここで改装空母になるとはちょっと思ってなかったのでね、これは正直嬉しかったということですね。任務を始める前に、この子の階層の方からしていこうかなと思います。階層レベルに関してはもう結構簡単なのでね、問題ないと思いますので、このまま改造ですね、していきたいと思います。
カタパルトがね、一つ必要になるし、あとは開発資材が20と、弾薬が1700、鋼材が1900ですね。まあね、ここまで一緒に戦ってきた仲間がまたさらに強くなるところを見るのは嬉しいですね。それでは改装をしていきましょう。流砲型軽空母流砲海に以下の大規模改装を実施します。よろしいでしょうか。先ほど説明した資材を全て投入するということになりますね。では改装していきましょう。海流砲型夜間作戦航空母艦流砲海2をですね。第3段階改装ですよね。この子の場合は、大芸から始まって、軽空母になってから、改装して、さらにの改装になりますから、いやー、本当にね、ここまで改装をするとなると、中身は全く別物になっているというふうに思います。デザインも私今初めて見ましたけど、やっぱりね、このクジラのマークは外せないといったところですね。後の入れ立ちを見る限りでは明細ということですから、随砲とかね、随学とか、ありがとうございます。今日はね、ちょっとまだこの子の出番はないんですけどもね、まずは改装をちょっとしておいて、あとは近代化改修ね。それが済んだら、その任務の方に出していきたいと思ってますので、今日はお披露目という感じで出しております。はい。何でもこれからさらに改装できるということらしいんですけど、それに関してはまた今度やっていきたいと思いますので、今日はここまでということですけど、ざっくり、性能面だけ見ますと、耐久も巡洋艦並みになってますし、装甲も高いな。クジラワッペンね、可愛いですよね。今までは胸のマークの胸のあたりにあったんですけどね、今度はちょっとワンポイントっていう形で乗っかってるんでね、やっぱりこれがあるとやっぱり大芸というね、その時の思いが伝わっているなというふうに思いますね。あと比較的そうですね、やっぱり運の値は48ですから、これはカットイン攻撃とかね、これに左右されるんで。金谷さんはもう運用済みで、買いにで運用されてるんですね。なるほどね。わかりました。まだね、ちょっと情報、まだはっきりよく分かってないので、今日のところは、こんな感じでお披露目させていただきました。流砲海に母。ほんとね、夜間空母がだんだん増えてきてるので、通常の攻撃というかね、航空戦というのは、日中行うものなんですけど、だんだん後になってくると、シャケさん、大芸レベリングしなきゃそうですね、大芸もね、レベリングしてもいいんですけど、ただこの子の場合、大芸にからね、戻らなくなっちゃうからね。いずれ、護衛空母だと知って驚いていますっていうことでね、本来はね、初めから階装空母という風に
作るための、準備をしてましたから、本当もっと活躍できるはずだったんですけど、いろいろね、技術的な問題だったり、事故じゃないんでしょうけども、空爆でね、被弾をしてしまったりとかね、そんないろんなこともあって、出番がだいぶ遅れちゃったりもしたんですけど、それでも最後までね、残ってますので、この子も今後、活躍は間違いなしと。で、最近というかね、通常は航空船がうまく回ればいいんですけど、輸送連合第一に入るんですね。輸送艦隊の第一に入ってくる。これはもう太陽とね、新陽のライバルがね、また増えましたね。私が個人的には、白鵬とかね、前々からね、複数2隻持ってから劉邦にしましょうというね、そういう暗黙の了解みたいなところがありましたから、これでまた久しぶりにね聞く捕鯨がね始まっちゃうんだろうななんて思ったりもしますが、以前ほどドロップ難しくはなってはいないんですけど、なかなかドロップ率はやっぱり低いので、出たらいいかな程度にやっていかれたらいいのかなと思います。はい。いけないな。これじゃあ劉邦の回になっちゃうんで、ここで一回劉邦はここで退場してもらいます。はい。はい。今回の、主役であるコロラドの出番がここからですね、来たんですけど、ちょうどタイミング悪いわけじゃないんですけど、皆さん、空応隊じゃないな、ウィークリー任務ですね。やってますでしょうか？私ちょっと忘れてて、慌てて昨日からね、沿線任務やってたんですけど、光線形態のね、任務だと、ご覧の通りのありさまになってくるので、ちょっとお見苦しいとこなんですけど、でもいただけるものはね、豪華なので、しっかり、遠征の方は回していきたいな、なっていますね。そうですね。潜水母艦を旗艦にして、なおかつ潜水艦、プラス、駆逐艦のね、あれは西方海域の10時間任務だったかな。ちょっとあれを潜水母艦と間違ってね、潜水艦で旗艦にしたら任務達成できませんので、確かに注意が必要です。本当にね、光線形態の任務は大変だ。ちょっとね、母校も埋まっちゃってるな。これはもう致し方ない。まずここは一回、下がってもらいます。はい。ちょっと長くなってしまいましたが、それでは今回の作戦の内容の方の説明から入っていきたいと思います。はい。今回は、中部海域最前線に有力な敵機動部隊が襲来しました。同海域に展開する基地航空隊と共同して敵艦隊を迎撃、これを撃滅せよ。作戦名、空母機動部隊迎撃戦 6-5 植木干渉沖海域下スタート上回りのルートでボス戦を2回勝利で達成ということで、単純にあと2回ね削れば勲章もらえるというふうなそんな体制に今してますので、スタートがねやっぱり上から行っちゃうと道中一戦多くなっちゃって火力がね
ボス戦に届きづらいということがありましたので、下から回っていくと、そういったペナルティが少なく、本来の力が発揮できますので、こちらのルートで攻略していきたいと思います。以前は下の下でね、ぐるっと野戦回ってたりもしたんですけど、今回戦艦をちょっと使ってみたいなというふうに思いまして、このルートを選んでみました。皆さんはどんなルートを待っていらっしゃいますでしょうか。多分ね、ここはいろんな、ルートがあったり、試してみるのは面白いのかななんて思います。はい。そして今回の出席メンバーですね、こんな感じになっております。はい。機関はコロラド海、主砲に電炭、そして、水蒸気。オーソドックスなね、編成になっております。ただね、主砲の方は、こちらの46センチ3連装砲の、射程を一番、遠くにして、一番初めに攻撃できるようにしています。これは、道中でコロラドタッチを使うために、このような編成になって、装備編成になっています。はい。あとね、これコロラドで回収できるこの16センチ M5 の連装砲なんですけども、もうちょっとしたらこれの上位の手法の方に改装しようと思ってます。これは前々からお話もしてるんですけど、道中支援艦隊の威力をね上げるためにはやっぱり上位の手法を一つでも多く持っておかないといけないなというふうに考えてまして、その一環として、回収をしておりました。今の段階で回収しちゃうとね、逆に弱くなっちゃうんでこのままの状態での運用になっております。はい。そして、2番艦はアイオワですね。もうね、火力がどうしても欲しいということで、主砲の鉄鋼弾、そして偵察機の編成になっております。装備の方もね、私が持ってる中でも一番強力な16インチ3連装砲のマーク7ですね。こちらの手法を装備しております。やっぱりね、命中プラス7は強いですよね。支援砲としても優秀ですし、ボス戦に出すのも優秀な砲なので、できればこれを量産できたらと思うんですけど、これを量産するのは大変だ。なので、まずこれだけでやっていきます。はい。3番艦は、航空戦艦伊勢ですね。下ルートの条件として、航空母艦を入れることができませんので、その制空を担当させるという意味でも、航空戦艦非常に役に立ちます。それに、伊勢でしたらね、運の値も高いので、この艦隊の守りになってくれるでしょう。主砲と、艦船に、そして随運を積んであります。あとスロットルにね、噴進砲を積んでみたりもしております。そして、伊勢ときたら、最上ですね。最上も解任の得意になってね、高標的も積めるようになりましたし、師匠と一緒にね、この海域の攻略当たっていきます。制空担当の水上戦闘機と、おそらく野戦までね、行かないと空母戦機倒せないと思われるので、野艇の装備になっております。一応スロットルの方は、8センチ広角砲の、主砲の扱い、副砲ですけどもね、これで連撃使用もできるというふうな形にしております。そして駆逐艦は1隻だけ組み込めます。1隻しか組み込めないという見方もあるんですけど、道中1戦だけ潜水艦と戦わなくちゃいけないので、
本来対戦装備した方がいいんですけど、そこまで強力でもないので、ここは気合でかわしていこうということで、連撃仕様の対空カットイン、あとはスロットルの方には降車装置というふうな、空と、海の海中の方はね、ちょっと若干弱めですけど、艦隊の傘として頑張ってもらいます。はい、そして最後、能代海2ですね。矢作がね、海2できちゃったんで、ちょっと影が薄くなってしまった感はあるんですけど、まだまだそんなこともなく戦えるというところがありますし、ここ軽巡4艦1隻必ず入れないといけないので、能代の方にはここで活躍の見せていきたいなと思います。ちょっと水上戦闘機は積めないので、爆撃機と偵察機の、あとは電弾装備ということで、こんな感じのね、出撃メンバーになっております。で、最初に冒頭でもありました通り、基地航空隊との連携になります。なので、基地航空隊の方もね、紹介をしないといけないので、こちら。はい。基地航空隊、第一航空隊には、一式戦はやぶさ3型鋼、そして、烈風海ですね。352空の熟練。そして、この、DO217 の、対艦ロケットを積んだね、陸砲の部隊を用意して、あとは偵察機という編成になっているのが第一航空隊になっております。結構ね、制空権がなかなかボスマスが取りづらいので、ちょっと陸戦ですよね。陸戦を多くしています。第二航空隊も第一航空隊と同様で、第一隊には陸戦、そして第三航空隊に、第三中隊に、飛龍ですね。こちらの部隊を投入しております。いや本当にね、ああいう対艦ロケットが来るとは思ってなかったから、このまま飛龍の方、熟練の方まで上げるつもりでいたんですけど、急遽そちらの回収になっちゃったんで、今星8で止まっちゃってますね。カタリナシステムがこれもうわかんねえな。スクさん、いらっしゃいませ。カタリナシステム、これもうわかんないねっていうことで。まだ文章を見た限りではちょっとよくわからないですよね。なんか妖精さんを助けてくれるというシステムですから、熟練度をあまり下げないで済むという、そういう意味が含まれてるのかななんて思っちゃいますけども。それと、この場を借りてありがとうございます。またね、素材を提供していただきまして、ありがとうございます。一応、用意はしたんですけど、ちょっと、音声の方がね、どうも、うまく再生できなくて、画像の方と、音声の方と、ちょっと別々に再生して、公開しようかなと思いますので、多分、訪れが発生する恐れがありますので、ちょっとご注意ください。何分、また新しいことをね、やってますからね。すいません。また新しい、ことを勉強しないといけないことであるので、また嬉しくあります。はい。ここにこれを単語で鹿野屋空さん、そのためカタリナ任務配置海域クリアの腰で保留にしました。カタリナ任務は一つの海峡クリアしてまだ保留ということですか。何分新しいシステムというのはわからないことが多い。特にいい意味では
プラスになることもあるんですけど、悪いことを言うと、デメリットというかね、マイナス効果があったりして、その部分がちゃんと分かってないうちに、実践してしまうと、あれ、こうではなかったという風になっちゃいますからね。ニコニコにも投稿してるから、リンク先貼っときゃ、それでよかですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。リンク先を貼っておくだけの作業はちょっとしてなかったですね。これは、どうしようかな。公開したときに、そうだな、コメント、そうですね。ちょっとそこを一本入れた方がいいので、ちょっとそこだけ今、用意しちゃいますね。これか。これを。コピーして。で、これを。すいません。ちょっと今、作業中です。少々お待ちください。画面をポン。ちょっと作者名をね、ちょっと上に載せといて。はい。ちょっとやっつけなんですけどね。ちょっとだけ、再生するときにこれをちょっとうまく、載せようかなと思うんで、まずこのぐらいにしとこう。はい。ちょっと一旦消しますね。はい。それではね、ちょっと、基地航空隊のお話途中でしたね。今、ちょうど攻略中になっちゃってるので、基地航空隊もね、攻撃を受けちゃうということになります。なので、第3航空隊は、きちんと防空を出していきます。でもね、ここの、空襲がすごい強力なので、完全に防ぐことはちょっとできないので、でも出さないよりはいいですから、一応防空にしておきます。はい。これでよしと。では、用意の方はこれで整いましたので、出撃していきたいと思います。よいしょ。じゃこれを落として、そうじゃない？それでは、今回の敵機動部隊現役戦、始めていきましょう。では、戦闘開始です。みんな頑張ってきてね。基地航空隊はすべて、敵のね、主力に出して、あとは道中をね、乗り越えて、攻略となります。はい。さあ、行ってみましょう。
最初のね、潜水艦の攻撃はね、多分刺さらないと思うんですけどね。まあこれでなんとかね、攻略の方は続けていきたいと思います。さあ、ここのマスをね、攻略するにあたって、このコロラドタッチを使っていこうと思っております。うん。まあ何度か試してみたんですけど、まあやってみましょうか。戦闘形態は低形陣で、条件としては艦隊に、3隻のね戦艦級を配備していること、そして、ダメージがね小波以内でないといけないと、まあそういったちょっとまだ条件あったりするんですけど、今はその条件が満たせているので、あとは発動するのを待つだけですね。では行ってみましょう。うん。どうやら最初の発動ができなかったようですね。うん。2回目に期待。うん。どうやら今回コロラドタッチ発動しませんでしたね。うん。まあ、こんなこともあるね。うん。うん。まあ、突破できればもう何の問題もないので、このまま進軍をしていきたいと思います。これ発動しなかったらどうなるんだろうな。まあいいか。さあ、ドロップは誰かな。あ、出ましたね。ね。さざ波、そして第7駆逐隊のみんなが、まあ、去年もありました第7周年で、まあ、限定グラフィック、まさかのね、連投ということになっています。なんとも優遇されている第7駆逐隊。うん。皆さんね、もう見てるかと思うんですけど、可愛いですよね。うん。うん。8周年。まあ私もカンコレを始めて7年はね、次使えるはずです。次使えるんですね。じゃあ試しに、次もコロナタッチを狙ってみましょう。では低形陣で行ってみます。今までは一応ねシーマスで発動してたので、それ以上やったことなかったんですけども、初の試みですがどうでしょうか。よし、制空権は取れた。あとは発動しないあれ、条件が何か間違ってるのかな。まあ発動率はだいたい 50% より
ちょっとあるかないかぐらいですから、でもまあ、攻略に差し支えなければ何の問題も、おー、出ましたね。ここで出ちゃいましたね。スクさん、初めて2年くらいだけど、だいぶ攻略できるようになった達成感がありますね。ああ、そうですよね。2年間となればもう、艦隊のね、メンバーも揃ってきていて、まあ、近代化改修も整ってきてると思いますので、イベントのね、感想もきちんとね、情報を集めることができればできると思いますので、さあ、ここでは長月が来ましたね。侮るなよ。いやー、コラとタッチ出たけど、もう戦いのね、数勢は決まってたタイミングだったんで、でも必ずではないですけど、まあ1回は発動してくれたので OK です。はい、まあ私的には、まあ始めたのがだいたい5月のいつだったかな。頃に始めたんで、まあ5月に入ったら7年かな。モノクマの弟子さん、こんにちは。枠では初見です。あ、モノクマの弟子さん、いらっしゃいませ。こんにちはです。タモン丸のカンコレ、やっております。タモン丸と申します。ゆっくり見ていっていただければと思います。と言ってるうちにね、大破してしまいましたので、ここは撤退と。ここの海域はね、攻略することにちょっと相手がね強くなっちゃうんですよね。まあそういうところがあるので、不安ではあったんですけど、不安が的中した形になってしまいましたが、はっはっは。本当に、おっとっとと。母校が埋まってる。埋まってたな。なかなかね。コロタッチ派、回でなくとも発動チャンスあるんですね。調べたら初めて知りました。そうですね。コロタッチは、通常艦隊ですとね、まあ長門タッチと同じで、まあ定型陣にしてやらないといけないんですけど、ただ戦艦を3隻用意しないといけないという点と、あと中杯になってしまうとね、誰かがね、そうなっただけでも発動することができないということなので、そうなってくると艦隊決戦で使おうとすると、なかなかそこまでね、到着する前に誰か中破しちゃったらもう使えないということになっちゃいますから、まあ前回のイベントでもどこかで使おうかなと思ってたんですけど、結局使う機会がね巡ってこなくて、どうしようかなと思ったところで、じゃあこの会議だったら使えるなと思ってね選んでみた限りです。はい、モノクマの弟子さんは枠では初見ですということは、私の何かしらの回は見ていただけたのかななんて勝手に思ったりもしてますけども、私もかれこれ始めて8年には経つんですけどもね。モノクマの弟子さん、イベの準備派できてるけど、
バイオ8の発売日と被りそうなので攻略派遅くなりそうです。ああ、なるほどね。発売日と重なっちゃうとね、やっぱり新作ゲームやりたいですよね。最近は私もちょっと新しいゲームはちょっと始めてないんですけどもね。フォローいただきました。そちらの方で、興味を持っていただけたということはありがとうございます。あのやそらさん、条件がきついですね。コロちゃんタッチ。そうなんですよね。そういった条件が整わないとちょっと発動できないし、いざ発動したと思ったら、なかなか威力もね、低経人っていうこともあって、思ったよりね、威力が、なんだなでも、まあ、やっぱりビッグセブンということなので、今後新たなビッグセブンが投入されれば、情報修正入るかもしれないし、新しいね、そういう攻撃方法がね、投入されてくるんじゃないかと思います。で、先ほどツイッターのちょっとお話いただいたんですけども、私も、以前はね、周りにカンコレやってる友達とかね、いたんですけどね。すみません。出かけますので、名残惜しいですが失礼します。お疲れ様です。キツネぶどうさん、今日も来ていただいてありがとうございます。またね、来ていただければ。2013年10月着任提督です。キツネぶどうさん、また次回もよろしくお願いいたします。はい。モノクマのディスさんも、2013年10月ですね。ということは、最初の秋イベントから、あれは大変な戦いだったなというところのところから始めて、今までね、続けていらっしゃるということは、嬉しいですね。私の周りにも、以前はね、いたんですけど、最近ですと本当にもう、一人二人くらいしかリアル的に知ってる人でやってる人いないので、なので、それだったら、こういったね、長くやってるところもありますし、もう同じ趣味を持った方がね、やっぱりいらっしゃるというふうに感じましたので、ツイッター等でね、ちょっとそれをやっていたりもしてますけどね。それで見に来ていただけるのであれば、やってみた甲斐もあるなというふうに思いますので、ありがとうございます。招き猫さん、今日もね、来ていただいてありがとうございます。はい、今日はまた前回と同じ、オリジナル任務ということでやっておりますけど、最初の出撃は道中撤退ということでした。だんだんきつくなってくるな。よし。これで疲労の方は大丈夫だと思うんで、2回目行ってみたいと思います。ちゃんとね、基地航空隊。イベントになりますとね、この基地航空隊の札をちゃんとしておかないといけないんですけど、たまにこの防空を出撃にしたりとかね、待機にして出撃できないとかね、そういうこともあったりするんでね。昨日カレー期間行ってました。カレー期間に行ってたんですね。そうですね。カレー期間に、私地方民なものですから、ちょっと行くことはできないんですけど、羨ましいですね。楽しまれて来られて、大変嬉しく思いますね。そして招き猫さん、いいですね。招き猫さん、カレー期間行きたいけど滞ってる。わら。ねさくら、イリスさん、カレー期間いいですね。そうですね。行けるのであればね、皆さんもうバンバン、この機会に行きましょう。ちょっと世間一般的には、あまり明るいニュースではないんですけど、でも今日という日は今日しかないので、行動あるのみそういう気持ちで日々、過ごしておりますので、
うん、そっか、そうなるよね。残念ね、捕捉済みよ。撃て、突撃よ。オープンファイヤー。そっか、そうなるよね。突撃よ。オープンファイヤー。うん、まあ一応カレー期間に関して言う、まあ私知ってるというか分かる範囲ですと、どうも中ではあまりこう撮影とかはできないということらしいですからね。うん。モノクマの弟子さん、8周年メニュー良かったですわ。あ、8周年メニューというのもあるんですね。いやー、ほんと知らない世界ですね。まあいつかはカレー期間行ってみたいですね。うん。モノクマの弟子さん、限定グッズもありがてえでした。確か、行った時に限定の何かしらのグッズがね、あれはカンムスのであったり、まあそれに関連した、招き猫さん、ちょうど8周年の日ですからね。特別メニューですね。そうですね、ちょうどいいタイミングに行かれましたね。うん。まあ日にち的にもね、今でしたら、まあ、ちょうど暑すぎずもなく寒すぎずもないっていうことで、今回は最初から行きましたね。さあ、威力のほどはいかがなもので、いいですね。うん。さくら、イリスさん、自分は去年の2月に行きました。ああ、皆さん行ってらっしゃるんですね。いやー、羨ましいですね。あまりこう、中の様子とかはね、撮影とかはちょっとできないらしいというふうに伺ってましたけど、まあ中の雰囲気なんかも多分いいんでしょうね。そういういかにもっていう感じの、ではなくて、あくまで自然な感じの作りになってるんじゃないかななんて想像してしまいます。招き猫さん、ゴロ立ち出た。そうですね。さっきは3回不発になって4回目でようやくですから、やっぱり発動率はまあよくて 50%、まあ少なく見積もって30から40%っていうことですから、あまり高くはないですね、これですと。ちなみに今、コロラドタチって言ってますけど、まだこの攻撃方法に関しては正式名称が決まってないようです。なので、まあ今後運営さんの方からね、こちらの攻撃を、胸圧ほどちゃんと何かしら明言をしてくれると思われますので、その時を楽しみに待ちたいなと思います。よし、今度の航空戦では、よし。ちょっと、残っちゃったな。砲撃戦。こちらはね、だいぶ、戦力がね、下に行っちゃってるね。大丈夫かな？よし、これで中波以上にしてくれれば、あと1回。やめろよ。よし。よし、さすが。弱。やはりこういった時はね、戦艦の装甲が頼りになります。よし、ちょっとダメージは残ってますけど、いけそうですね。よし。そうですよね。もう、今週、日曜日が今週ということだから、来週か。でも早い人だともう今週からゴールデンウィークに入ってる人もね、
いたりしますけども、うん。よし、今回は僕は完全にやりましたね。コロちゃん姉妹実装で特殊攻撃も本実装でしょうかね。だと嬉しいんですが。今のところ、まあ今見てもらった通りの威力なので、あまりこうおすすめはできないです。今のところね。でも、まあ長門とね、陸奥みたいに姉妹艦が揃って、まあ本実装っていう形になるのであれば、まあその倍率もね、期待できるので、期待をしたいところです。うん。よーし、先ほどはちょっと能代ががっつりやられてましたけど、今回は完全勝利いけましたね。うん。さあ、ようやくボス戦まで来ましたね。ちょっとだいぶ時間かかっちゃいましたけど。さあ、うまく叩けるかな。うん。それでは、ボス戦いきたいと思います。ここはもう単純人でいいですね。招き猫さん、次イベハ殺し姉妹実装かもですね。そうですね。どこの海域が、イベントになるかにもよると思うんですけど、早く姉妹艦来てくれるといいですね。さあ、基地航空隊の戦いを、まあね、制空がだいぶ厳しいんで、攻撃隊の数が少ない分だけ威力の方はちょっと低いんですけど、確実に当てていきます。制空取れないか。あとは殴り合いでいくしかないな。敵の前衛艦隊をまずは倒していきたい。あと一隻。まずは前衛艦隊をすべて掃討して、第一艦隊。やられるなぁ。ここはもう我慢ですね。我慢して当てていくしかないです。よし、あとは機関と追反艦は全てこれで落とせた。でもね、空母隻硬いんで昼ではちょっと落とせないんで、このまま野戦に行きたいと思います。突入。硬いね。戦艦2隻でようやく落とせましたね。やっぱり硬いな。はい。ようやく勝利1回目取れましたね。うん。おー、長波ですね。8周年仕様のね、花束と、手の位置でね、パーと、3本指で8を表している。いいですね。長波さん。こちらの通常グラと、介入のグラではね、ちょっと違うんですけども、今回はね、ありがとうございます。だいぶ時間かかっちゃいましたけど、まずは1勝ということでね。長波にもいつもお世話になっていますけど、今回はちょっと出番がないので、ここで出番が来ちゃいましたね。はい。さあ、ようやく1回目が終了となりましたので、それではね、今日の、ありがとうございます。
では今日の、カンコレグッズ紹介なんですけど、今日はちょっとカンコレグッズとプラスで紹介をしたいと思います。ちょっと、用意しますので少々お待ちください。かのやそらさん、パチパチパチ。金谷さん、ありがとうございます。はい。やっぱ強いっすね。やっぱりね、空母世紀はね、最後の最後まで、立ちはだかりますので、今後のイベントでも、どこかしら出てくると思うんで、出てきたら全力でね、当たっていかないと大変なことになりますので、心していきたいと思いますが、あと1回ね、倒さないといけないんで。では今日の、グッズ紹介ですね。4時になりましたか。定型人も侮れない気がしない？照明、そして原作方向に対しても。コロラドから定型人の可能性についてね、指摘が今ありましたけど、可能性はあります。はい。今、それだけ申し上げて、では、紹介のコーナーは、今日はですね、こちらの紹介になります。こちらは、光栄から、発売されていました、提督の決断シリーズの第3作目。一応、これは With パワーアップキット版ということになりますけど、基本的には、提督の決断だということになります。このゲーム、やったことがある方は、内容はね、多分よく知ってらっしゃると思うんですけど、結構ね、長いんですよね。何が長いというか、とにかく、戦場がね、太平洋ということでね。はい、そうなんですよね。私がやってたのはセガサターンだったんですよね。パソコン版でもやったりもしたんですけど、こちらのバージョンの方が、私的には好みでやってました。はい。カンコレを始める前までの、ゲームの流れとしては、言ってみれば、船としては、艦種は当然ありましたし、種類として、戦闘機の種類とかね、そういったものは当然あったんですけど、あまり一隻一隻のね、意味に関してはよく理解をせず、ただただ、攻略をね、するっていうね、そういうのに躍起になってたなというふうに思います。なので、艦隊コレクションっていうゲームが、ブラウザーゲームで始まるっていうのをね、ちょっと見つけて、興味を持ったのも、こういうゲームをやってたのがちょっと原因というかね、きっかけなんですけども、いざカンコレを始めてみたら、この戦い、このゲームは基本的には、シミュレーションゲームなんですけど、艦隊としてね、もっと大規模で戦うっていう形だったので、よもや6隻編成でね、そして個々の、いろんなエピソードがあるというね、感じのゲームとは全く思ってなかったので、初めは戸惑いながらも、続けてみようということで、続けた結果、今のような感じになっていたりもします。
まあ、セガサターンもね、優秀なゲーム機ではあったんですけど、やはり、プレイステーションという強敵がね、おりましたので、まあ、次第にその勢力をしもめていってしまいましたけど、まあ、ゲームの出来としては決して悪くはなかったと思われます。はい。一応このゲームの中に紹介できる、内容としては、鹿野谷空さん、光栄が C 国に進出するにあたって、シリーズが途切れたらしいですね。鹿屋さん、C 国にね、まあよくわかりません、そこら辺はよくわかりませんけども、まあシリーズはちょっともう一段、提督決算4ですかね。まあそこまでで、まあ終了していますので、まあ今後続編はおそらく出ないんだろうなとは思いますけど、でも完成度はだんだん良くなってましたので、提督の決算4もだいぶ遊んでました。ただあちらの方はさらに大規模艦隊戦になってしまって、もう個々の艦隊の戦い、うんぬんかんぬんではなかったものですから、まあ、これとはちょっと随分と、内容がね、異なるものではありますけど、まあ、当時の、今ね、出してます、この海軍作戦と書かれたこのものは、まあ、取扱説明書なんですけどもね、なんとこれ108ページもあるんですね。すごいですよね。このパッケージにそんだけの枚数をぶち込んできてるというのは、まあ当時としてはそんな珍しくなかった。まあ今はこういった紙の取扱説明書っていうのはね、本当ないですから、馴染みがないとは思うんですけど、まあこういった説明書が、まあ当たり前についてて、まあそれをまあ最初に読んで始める人もいれば、まあ、説明書も読まないで、もう実践プレイで覚えるんだというプレイスタイルの人もいるでしょうし、まあいろんな見方はあると思うんですけど、やっぱり一回は読んだ方がいいですね。やはりシステムを理解しないと攻略は限りなく難しくなってしまいますので、まあ結構細かい内容まで書かれたりもしたりして、で、最後のページにはね、ちゃんと、検索、作品ですね。まあ、ページの枚数も多いですから、まあ、そういった機能もついてます。まるで小さな辞書のような、そんな感じになっています。はい、そして、まあ、これはおまけでついてたんですけどね、まあ、付録ですけど、そんなに大きくはないです。サイズでいけば B5 よりもちょっとちっちゃいかな。まあ見づらいですけど、まあこんな感じで、まあ太平洋のね、まあ、こちらのアジアと、アメリカ大陸、そして、まあニューギニア、オーストラリア、まあ果てはインドね。最初なんでこれがあったかわからなかった。説明書もね、やはり文字で書かれていることですから、それを理解することから始めないといけなかったりもして、結構ね、まあそれでこう、文字を覚えたり、言葉を覚えたりっていうこともあったんじゃないかと思われます。まあ、提督の決算3に関しては、あと最後にね、この地図に書いてる通りなんですけども、とにかく補給線が重要なゲームになっています。まあ実際の戦いもそうなんですけど、この日本で言えばこの赤いラインですね。東京から始まって、まあ、全ての拠点とね、結ばれているところには、まあ、きちんと輸送できるんだけど、まあ、これをどこか切られてしまうと、そこから先に輸送ができなくなっちゃうんで、まあ、あとはもう、兵糧攻めになってしまうということになりかねないと
まあそういった要素も組み込まれています。まあよく私たちがね、カンコレで行くところの、ソロモン海峡というのは大体この地図でいうところの真ん中より右下あたりですね。まあオーストラリア大陸の右上あたり。まあそこら辺の補給線というのは本当にもうね、表面上の補給線も確かに重要なんですけど、この、フィジーとかね、エスピリツサントとか、まあそういった裏側まで補給線がアメリカ側にはありますので、そこまで進出してね、叩くというのが結構大変で、こっちの補給線も伸びきっちゃうんで、まあどこの戦いでも、負けることは許されないと。まあそういう戦いを日本側でやる場合は強いられます。はい。まあ、もちろんアメリカ側でもプレイすることができますので、まあ、ご興味がある方はぜひどちらでもプレイをされてみると面白いのかなと。まあ、あとこちらパワーアップキット版なので仮想シナリオも用意されてたりもします。まあ、中には、まあ、通常ですとね、ここに来ないはずのドイツ艦隊がね、来たりとか、まあそういったシナリオもあったりもしますけども、ちょっとそこまではな、と思いますけどね。はい。まあ、地図の裏にはまたコマンドの一覧表とかも載っていたりもします。そして、最後にね、今日のカンコレグッズのちゃんと紹介するものは用意してあるので、はい、こちら。はい。こちらは第3回、カンコレ、カンカン式ビジュアルサマーポスターと呼ばれるものです。多分一度は目にしたことがあるんじゃないのかなと思いますけども、まあ、ちょうどこの時は武蔵の海二と初月ですね。まあ実装になってた頃だったんだろうと思います。まあ静間艦4隻のね、まあ新規イラストが、まあ実装という感じでね、載せられていました。自分は昔、大戦略シリーズの太平洋戦争版プレイしてました。モノクマの弟子が持ってるわ、あ、そうですか。大戦略はね、また、違う意味で、補給戦というかね、時間がかかるゲームなので、本当に時間があればやってみたいとは思うんですけど、なかなか難しいかなと。モノクマの弟子さんは持っていらっしゃるということでね、結構この作りが、まあいいというか、がっちりしたね、用紙に書かれてますので、まあ表面上もね、雪風もね、まあ今解任になってさらに、凛々しくなりましたけど、この時からもう、限定グラフィックみたいなね、あったりもしたりしていました。そして、まあ裏側の方は、まあその商品の内容になっております。第3回カンコレカンカン式ビジュアルサマーポスター1000円税込みということで、あまりね、高温多湿なところには置かないで、置くといいですよと。まあ、どうしてもね、印刷物ですので、まあ劣化したりもするんですけどもね。まあ、保管方法は人それぞれだと思いますが、まあ長くご愛用していただけると嬉しいなと思います。はい。まあ、ということで今日は、私がカンコレを始めたきっかけの一つである、提督の決断シリーズの一つである3、そして、カンカン式の
ビジュアルですね。こちらの方の紹介をさせていただきました。はい。ということでね、続けて攻略の方ね、入っていきたいと思います。ちょっとまた準備いたしますので、少々お待ちください。はい、それでは用意が整いましたので、再度、攻略の方に移っていきたいと思います。補充してないのに基地航空隊はこうやってね、毎回補充をしてあげないといけないので、結構知らないうちに燃料やね、弾薬なくなってたりするので、これが一番最近燃料を貯めなくちゃいけない原因の一つになってますね。では、基地航空隊も準備万端。あとは艦隊の出撃を待つだけとなりましたね。さあ、行きましょうか。最初の潜水艦戦、行きたいと思います。はい、能代のね、MVP ですね。嬉しいです。では、続けて進軍をしていきます。さあ、C ポイント。今日は、ここは抜けられてるんだけども、でも実はね、このマスが一番事故率が高いところだったんですよね。さあ、定型陣で今回のコロラドタッチ仮、いかがでしょうか。戦闘開始です。リアルイベントもね、本当に参加をしていきたいと常々思うんですけどね。まずはイベントの方に全力で当てていきたいけど、どうだ。こう見ていただければわかると思うんですけど、このコロラドタッチね、発動してもなかなか落とせないんだよな。どうしたものか。
でも必ず使いどころがあるはず。よし、これで落としてくれ。落とせないけどこちらも当たらないと。サミダレを集めて生やしって場所だって突撃よ。オープンファイヤー。改装された能代、舐めてもらっては困ります。よし、なんとか艦隊の被害は最小限に食い止めて、ここはねまだ道中ですから野戦の必要もありません。うん。また私の成果が一番なの？どうなのさ。さあ続けて進軍をしていきましょう。さあここからは対空戦闘用意、通常のね単獣陣で戦闘を始めます。うん、さあ行きましょうか。伊勢航空隊発艦。さあ頼むよ抜き回。暴れるなよ抜き回。うん、魚雷は1本通したけど T 字有利。どうだ。そうなるよね。うん、ここはね確実に数を減らしていくことが重要ですね。うん、ラジャー捕捉済みよ。撃て。突撃よ。オープンファイヤー。サミダレを集めて生やしって場所だってもっと撃ちなさい。もっとよ。よーし、ここは完勝ですね。うん、OK です。私が何のわ？バードスター？もらっておくわ。あなたたちのおかげで。Thank you。ね、コロラドもこうやって MVP を取れば喜んでくれるんで、うん、こんにちは。4月夕方出艦夕立よ。よろしくね。ね、夕立もねよろしくね。今はマンスリーの輸送任務に従事してもらってるんで戦闘の方はちょっと出てもらってないんだけどそちらの方で活躍はしてもらってます。うん、さあ来たねこの凶悪な空襲。うちの対空防御はやっぱり完全防御できないな。でもこれだったらまだまだね、まあ、イベントですと大体戦闘途中でこうやって空襲も交れてくるので、まあ、少しずつそういう戦闘のモードに入っていけると、まあ、そういう感じで今日はね番組を組んでおります。ここも油断できず臨形陣突破を図っていきたい。頼むよ空母戦機。暴れるなよ暴れるなよ。どうだ。セーフ。ジョンストンセーフだ。よーし、まずは勝利で道中の方はねちゃんとね周りの子にこうお礼が言えるいい子ですねコロラドは。
いよいよまた空母世紀との戦いになりますね。それでは、戦闘開始といきましょう。基地航空隊、そして艦隊のね、砲撃力で、殲滅していきましょう。野谷空さん、防空ですが、力艇よりも彩雲の方が有利のようです。鹿屋さん、なるほど。私、陸艇の方がいいのかなと思ってやってましたけど、彩雲の方が良さそうですね。近いからそのようにしていきたいと思います。はい。やっぱりね、自分でやってるだけでだとわからないところがあったり多々ありますんでね、もし気がついたところありましたらコメントでねいただけますとありがたいです。本当正直本当ありがたいです。同行戦、まずは第2艦隊。そして第1艦隊。さあ2巡目の攻撃でどうやら艦載機は枯らしてくれたようなんで、あとは野戦で砲撃戦ですね。硬いからね、多分コロラドだけでは落とせないだろうな。まだ残ってたか。はい、これでフィニッシュですね。任務部隊の主力を撃破。そして、勝利ですね。到達できました。はい。最後はアイオワが決めましたね。やはり火力が全てを解決するとね、全てとは言いませんけど、やっぱりフィニッシュするにはそれだけの力が必要になってくるんで、この力、正しい力正しいね使い方でいけたいなと思います。金谷さん、ありがとうございます。今日のちゃんとした任務の攻略ねできましたね。さあドロップ誰かな。トネですね。ありがとうございます。トネもいつも頑張ってるよ。ね、本当空母世紀はね最後の最後まで抵抗してきますから、そこはね油断なく、戦っていきたいなと思います。はい。さてちゃんとね終わったら補給の方もしていって、そして基地航空隊もありがとうございます。一応基地航空隊は熟練度上げも兼ねてたんですけど、ようやくねちょっとずつですけど連度の方が上がってきてますね。あとは余談ですけど、基地航空隊は攻撃がしていないときは、使っていないときはね、こうやって待機にしておくと、自然回復量の、特に防御サイトとかそういったところに急速にしてたりするとね、影響したりするらしいんで、戦闘が終わったら、待機、また戦闘するのであれば、休息とかね、全く出撃しないのであれば退避にしておいてもいいんですけど、そこはきちんとね指示を出しておくといいと思います。そして基地防空もねやっぱりこうちょっとずつですけど削られていっちゃうんで、ちゃんとね補充をしていきます。
で、先ほどね、かのやさんからアドバイスいただきました、偵察機の方には、じゃあ細雲をね、用意をして、今後活躍をね、してもらいましょう。これはやっぱり索敵値が高い方が効果がいいという、そういう感じなのかな。はい。では、用意ね。よし。それではね、一応今日の、任務というか、私がやろうとしたお題の方はこれで攻略できましたので、じゃあここでまた、いつものコーナーに行く前に、今日冒頭にちょっとお話ししました、スクさんからね、ニコニコ動画でももう、アップされてるものなので、見られた方もいらっしゃると思うんですけど、ここで、公開をさせていただこうかなと思います。ただちょっと、公開の仕方が、うまくいかないかもしれないので、そこはご容赦ください。はい、では、ちょっと用意をしますので、少々お待ちください。はい、これを入れて、フライング。これ戻して、これ戻して、よいしょ。画像を、こっちをこっちにして、よし、これでいいかな。タイミングかな。こっち流して、はい。足りないものなんだ僕らの人生。正解どこなんだ探せよ探せ。例がない主もたちも例がないの誰か。勝利不公平だからありがとうございます。前段も毒だ僕らの人生。こんなも毒だ重ねる鏡。正がない星なんだこの正番ランドに正解。今回も毒だ笑える笑える。心の日々は浜上に直前にだんだん古がってただがリンクス続々飲み込んで苦しんでなんて吐き出せないのべのべのむさよならあらましないで孤独独なさるしょうがなねえ大体の本でてこんな感じ独特こぼるあれれれれ飲む最高全ゼロが僕らの人生単純テンション量が重ねる鏡便利ない実践も治療がないのなんだ映画の女性が上がれる上がれ心の中身は無理オフ無理じゃりだんだん広がってバラバラにくす続々飲み込んで苦しんでなんて逃げ出せないのべのべのむあらましないで孤独独なさるしょうがなねえ大体の本でてこんな感じ独特星がるこれでべべ飲むもう口と独特回るしょうがなねえ大体のしくしく存在は所属独自
ということでね、こちらの、マスクさんの、作品を紹介させていただきました。私も、第二航空戦隊、飛龍、蒼龍ね、こちらの嫁館ということで、やらせてもらっていますので、それの関連して、風雲ですね。この子も非常にいい子なので、この組み合わせ、すごい好きです。はい。おそらく今後また、いろんな、辛いというかね、攻略に行き詰まったりする時が出てこようかと思いますので、そんな時は、たまに流していくかもしれませんので、皆さんも、すいません。ちょっとタイミングがずれてるかもしれませんね。すいません。雰囲気だけでも伝わればと思って、まず今日は公開をしてみましたけども、多分ずれる可能性はあるなぁとは思ってたね。ご容赦ください。はい。それではね、今日の、もう一つのコーナー、いつも私がやってます。そうのように見受けられますね。私もどちらも動かす方も、全く理解をしていないんですけど、やっぱり今回はたまたまあったタイミングがあったのだろうと思いますので、よかったと思いますけども、やっぱり歌詞つけてね、それに動きもつけたりとなりますと、わからないな、でも完成したところで調整していくしかないのかななんても思いますからね。ということでね、今日の何の日コーナーを始めていきたいと思います。じゃあちょっと用意しますので、少々お待ちください。すくさん、ありがとうございます。そうですか。そう言ってもらえるとありがたいです。ちょっとね、画像というか、その素材の動画だけを再生するだけではちょっと伝えることができなかったようなので、そこだけちょっと気になってましたから、伝わっていただければ、たのであれば嬉しいです。はい。よいしょ。じゃあ、こちらに切り替えて、はい。それではね、今日の何の日コーナーですが、本日の記念日は、はい、こちら。はい、トン。もう出ちゃったね、これね。はい。本日の記念日はですね、世界マラリアデーとなっております。こちらは、2007年ですね。平成19年に国連の専門機関である、世界保健機関、WHO ですけどもね、こちらが世界マラリアデーとして制定をしました。この日は、世界のどこかで起こっているマラリアの現状を理解して、そして今月にはさらなる世界的な取り組みが必要であることを知る機会となる日。この日を中心に世界中でマラリア撲滅を呼びかける、イベントやキャンペーンが開催されているそうです。マラリアというのはね、
皆さんもよく耳にはしたことがあると思いますけども、結核、エイズと並ぶ世界三大感染症の一つになっています。感染の原因としては、マラリアの原虫というのが存在しまして、それを蚊ですね。世界で一番役に立たない組織だ。そうかもしれない。そうなんだよなって言ったらいいのかな。その蚊の名前がハマダラカというね、蚊なんですけど、この蚊が別にね、悪いわけじゃなくて、この蚊に寄生をしちゃうんですね。このマラリア原虫というのがね。なので、この蚊に刺されちゃうと、繰り返しね、激しい高熱やね、頭痛や吐き気などの症状をね、催してしまうと。最悪の場合は、脳マラリアと呼ばれる、意識障害とかね、腎不全なども引き起こしたりして非常に危険な存在になっています。予防は可能、治療も可能な病気なんですが、ちょっと古いデータなんですけど、2013年、平成25年現在で感染者は世界中で約 1.98 億人、約2億人いるとされていて、そのうちの58万人は死亡しているというね、ことで、ちょっと数字だけでは計り知れないこの感染症というね、恐ろしいものには、気をつけなくてはいけないと。マラリアの語源について、簡単にご説明しますけども、マラリアの、マラは悪い、そしてリアは空気というね、古いイタリア語が語源になっているそうです。今からもう200年が経たないんでしょうかね。1880年にフランスの、病理学者シャルル・ルイ・アルフォンス・ラブランという方がね、赤血球内に寄生するマラリア原虫を発見したんですね。それまでは空気で感染するというふうに考えられていたんですけど、そうではなくてやっぱり原因があったわけですね。今世紀に入ってから、世界のマラリアは死亡率はほぼ半減したと。これまでの大幅な改善がもたらされた理由としては、これもね、アフリカのサハラ砂漠ですね。南アフリカなどにおいて殺虫剤で処理された蚊帳がね、より多くの人が使用できるようになったこと、またそれの診断キットとかね、投薬など効果的な治療方法が挙げられるんですけど、でもね、全くなくなったわけではなくて、今もこの危機にさらされている人が世界中にいるという現実がありますので、特に何かできるわけではないんですけど、今はね、このハマダラカというこの蚊に対して、殺虫剤で対抗してるんですけども、どうもこういう生物っていうか我々も含めた生き物というのはね、そういうものに対して耐性を持っていくんですね。ですから早ければもう次の世代からその殺虫剤が効かなくなってしまうということが考えられるので、そういう方法ではなくて、そのもっと別の方法で対策をねしていこうというふうに世界中のその学者さんは考えているということなようなので、私の言葉でうまく説明できませんけど、近い将来もっといい方法がね見つかっていくんだろうなというふうに期待をしていきたいと思っております。ということで、今日は世界マラリアデー4月25日紹介させていただきました。今紹介しているこの
イラストはこのマラリアデーに合わせて、世界のどこかで、使っている、注意喚起のポスターですね。それを何個かピックアップしたのを載せさせていただきました。はい。ということでね、今日も、やりたいことは全てやったなということで、いよいよ番組も最後になります。はい。多聞丸の、カンコレ多聞丸です。本日もね、こんにちは。ギリギリ間に合いましたが。イデアさん、こんばんはです。こんにちはです。今日も来てくれてありがとうございます。本日はね、ちょっと、前回もだったんですけど、イベントももう始まろうというところで、それに近い戦い方ですね。ちょっとお見せできればなと思って、私も復習の意味を込めて、アドバイスがもらえるんじゃないかと思ってやったりもしてやった次第です。いかがでしたでしょうか。多聞丸のカンコレ多聞丸です。いつもね、最後にお願いをしたりしてますけども、少しでもね、良いと思われた方は、高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。イデアさんも最後に駆けつけていただいてありがとうございます。多分次回は、また、夜ね、配信したいと思いますので、ぜひ、またその時によろしくお願いします。次回は、今日の冒頭でも紹介いたしました劉邦ですね。こちらの階層空母の劉邦の出撃任務をやっていこうと思っております。アーカイブ見ます。お疲れ様でした。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おそらく来週の確か29日が今回は祝日になっていたのかな。なのでそのあたりにでも配信しようかとは考えていますので、また、Twitter 等でも配信の日が決まりましたら皆さんお疲れ様でした。やっていこうと思います。空母魚さんもお疲れ様でした。今日も皆さん最後までお付き合いいただいてありがとうございます。それではまた、次回お会いいたしましょう。じゃあね。多聞丸のカンコレさん、皆さん、お疲れ様でした。次回もよろしくお願いいたします。